今回は前回の動画で分解したこのロットのリビルド1回目です。分解後の部品はこんな感じです。このうちティップのガイドの一つはガイド数を減らすので使いません。トップガイドもワンサイズ大きいものに変更します。変更する、切除してないなどで足りない部品があるので、それらを補填します。補填する部品はこんな感じです。トップガイドとフォアグリップは新たに購入しました。 EVA は過去のロットビルディングの余りで外径 28mm、 内径は 15mm と 13mm です。直径 15mm のヒバ丸棒です。ロットエンドキャップ加工用の素材です。ヒバ丸棒をウッドレースに取り付け、ロットエンドキャップを削り出します。彫刻刀の切り出し刀と平刀を使って形状を切り出します。ボスの部分がブランクに入るか測定して確認。いいようなら180番のサンドペーパーで軽くサンディングします。こんな感じにできたらノコギリで不要部分を切断します。不要部分の切断が終わったら素材からロッドエンドキャップを切り離します。切り離したロッドエンドキャップにはバリがあるので180番のサンドペーパーでサンディングします。ボスの先端も同様にサンディングします。サンディングが終わるとこんな感じです。ロッドエンドキャップを油性マジックで黒く塗ります。本来水性マジックの方がいいのですが、手持ちがないのでいいことにします。塗り終わるとこんな感じです。カーボンクロスをロッドエンドキャップ平面部の上に置き、指で押さえてなじませます。低粘度の瞬間接着剤をカーボンクロスの上に滴下します。瞬間接着剤が吸い込まれたら再度滴下を繰り返し、ロッドエンドキャップ平面部にカーボンクロスを接着していきます。平面部全体に瞬間接着剤が行き渡ったら硬化を待ちます。瞬間接着剤が十分硬化したらハサミで余分なカーボンクロスを切断します。ギリギリではなく少し残してカットしてから残っている不要部分を少しずつ切断します。こうすることでハサミが食い込んで取りすぎてしまうことを防止できます。320番のサンドペーパーでカーボンクロスの表面をサンディングします。こんな感じに大きな出っ張りが削り取れれば OK です。筆でダストを除去したらこんな感じです。ボス先端の真ん中あたりに四つ目切りで穴あけします。深さ 4mm 程度になったら竹串を差し込み、瞬間接着剤を流して接着します。瞬間接着剤が硬化したらセルロースセメントにディッピングします。ディッピングすると油性マジックの黒色が色流れしますが、カーボンクロス下側の色が抜けなければ問題ありません。こんな感じに固定してセルロースセメントを乾燥させます。乾燥したら400番のサンドペーパーでサンディングします。平面部分だけでなく円筒の側面もサンディングします。パッと見もう平滑になっていそうですが、もう一度黒く塗った部分だけをディッピングします。かなり余分についていそうですが、このまま乾燥させます。で、乾燥するとこんな感じ。一見綺麗ですが、こんな感じにデコボコなので再度サンディングします。この要領でディッピングして乾燥したらサンディングを5から7回繰り返します。今回の場合は最初の前鎮させたディッピングを含んで5回ディッピングしました。ここの映像はディッピング4回目後のサンディングです。この部分のカーボンクロスは装飾なので普通に目止めして塗装してもいいです。まだ完全に平滑になってませんが、今回はこの程度でやめることにしました。リールシートは再利用ですが、そのまま使うのではなく若干加工することにしました。 KN フードをねじ込み、使う予定のリールを取り付け K ナットを締め込みます。しっかりと締め込んだら取り付け状態を確認します。
最近のリールシートではここの部分に段差ができないように設計されたものが多いようですが、 VSS には段差があるのでこの段差をできるだけ埋めることにしました。どこまで埋めるのか明瞭にするためにフード単面の位置をシャープペンシルで記入していきます。記入できたら KN フードとリールを外します。この目安線までを肉盛りしますが、他のリールに買い替えた時取り付け不能にならないように手持ちのシマの2000番をつけてみます。K ナットを少し動かして目安線とフード単面の関係を確認します。大きな違いはなく少し隙間を残せば対応できそうです。 SW5000 番をつけてみます。2000番と同様に確認します。どちらも大きな違いはなく少し隙間を残せば対応できそうです。ダイワとシマノのリールでシーバスに使うようなスピニングリールはフットサイズの差があまりないのかもしれません。 KN フードを外し目安線に沿ってクリアーラインテープを貼ってマスキングします。まず短く切ったクリアーラインテープをスクリュー部分の縦溝底面に重ね張りしていきます。こんな感じに重ね張りして周辺の高さとの差をある程度埋めていきます。今回の場合は8枚重ね張りしました。縦溝底面への重ね張りが終わったら目安線に沿ってクリアーラインテープを貼っていきます。フード単面を示す目安線は若干曲がっているので少し強めに引っ張りながら貼り付けます。1から2センチメートルぐらい貼り始めのテープに重ねて貼り付けハサミでカットします。テープの端を1周目に合わせて貼り付け KN フードを軽い力でねじ込みフード単面とクリアーラインテープが平行になっているか確認します。 KN フードを外しクリアーラインテープ外側にマスキングテープでマスキング部分を拡大します。安全策をとってもう1周分広げました。こんな感じにスクリュー部分のマスキングができたらリールフット取り付け面の円柱形部分もクリアーラインテープでマスキングします。こんな感じにマスキングできたらプラリペアで肉盛りします。使用するプラリペアはクリアーです。こんな感じにプラリペアを盛り付けリールシートの段差をなくしていきます。まず段差部分全周に肉盛りしていきその後に肉盛りした前後にも盛り付けます。不足すると2度手間になるのでちょっと盛りすぎぐらいに盛っておきます。肉盛りが終わるとこんな感じです。リューターで切削していきます。先端工具は円柱形と砲弾型の超高ビットです。クリアーのプラリペアを通して見えるクリアーラインテープを目安に不要部分を削り取っていきます。プラリペアがレンズのように作用して目に見える位置と実際の位置が合っていない場合があるのでいきなりギリギリまで削らずに少しずつ削っていきます。ある程度削れたらマスキングを剥がし KN フードをつけて確認します。フード単面が加工後の段と大体同じになっていておおよそ高さも合っているようなら KN フードを外し180番のサンドペーパーでサンディングします。サンディングはリューターで切削した際の凹凸を削り取るだけでなくリールシート元々の形状と新たに持ったプラリペアが滑らかにつながるように成形します。サンディングが終わったらダストを筆で払い除去しリールをつけて確認します。問題なさそうです。シマノのリールもつけて確認します。問題なさそうです。シマノ SW5000 番もつけて確認します。これも問題なさそうなのでリールと KN フードを外します。リールシートの加工終了です。リールシートとロッドエンドキャップの下地処理としてパナロックオートクリアーを塗装します。今日は雨が降っています。気温摂氏26度、
湿度 71%、塗装向きとは言えませんが、屋内で二液ウレタン塗料なら濡れないわけではないので塗装します。オートクリアーの混合量は主材 10g、硬化剤 1g、シンナー 14g です。シンナーは速乾型 100% で混合しましたが、ちょっと塗りにくいです。速乾型シンナー 10g、弛緩型シンナー 4g で混合した方が良かったと思いましたが、調整するのが面倒なので後悔だけしてそのまま塗ることにしました。揮発が早い上にブラッシングの発生でドライコートすると状態がよくわからないので、基本的にウエットコート主体で塗っていきます。下地なので傷やピンホールを埋めることが目的です。つまりある程度厚塗りする必要がありますが、今回のように湿度が高い条件でブラッシングが発生したまま厚塗りしすぎると、硬化後ブラッシングが残ってしまいツヤが出なかったりするので、ほどほどでやめておいた方がいいかもしれません。かなり白っぽくなってきたので一旦吹き付けを中断します。こんな感じにブラッシングが発生し白くなっています。ロッドエンドキャップを塗装します。当たり前のことですが、塗装対象物が変わっても状況は変わりません。リールシートと同様にドライコートにならない程度の噴射量でウエットコートでの塗装をし、ある程度厚塗りしていきます。重ねていくとリールシートと同様にブラッシングが発生します。こちらもひどくならないようにほどほどで吹き付けを中断します。リールシートのブラッシングはロッドエンドキャップの塗装をしているうちに解消したので、もう少し塗っておきます。エアーツ 0.2 メガパスカルの最大噴射量で垂れないギリギリまでウエットコートして終了することにしました。最大噴射量のウエットコートではこんな感じにすぐにブラッシングが発生します。この程度なら20分も置いておけば解消できると思います。ロッドエンドキャップのブラッシングもリールシートの塗装をしているうちに解消したので、もう少し塗っておきます。こちらも最大噴射量で垂れないギリギリまでウエットコートして終了することにしました。塗装終了後2日間自然乾燥するとこんな感じです。リールシートは塗装終了時にかなり白くブラッシングが出ていましたが、ツヤがなくなることもなく硬化しました。ロッドエンドキャップのブラッシングも解消していて問題なさそうです。足付けを兼ねて塗装表面のうねりを800番のサンドペーパーでサンディングして落とします。サンディング方法は水研ぎです。こんな感じにサンドペーパーを平らな場所に置き、ロッドエンドキャップに水をつけサンディングします。ロッドエンドキャップ平面部がサンディングできたらサンドペーパーを手に持ってこんな感じに側面も水研ぎします。ロッドエンドキャップのサンディングが終わるとこんな感じです。続けてリールシートをサンディングします。リールシートは加工した関係で元々の材質とプラリペアで表皮ができています。材質の硬さが違うのでうねり以外にも小さな段や屈折がありますので、これらも同時に削り取ります。足付けを兼ねているので見える部分だけでなくパイプ状の部分やスクリュー部分も含んだ全体をサンディングしますが、あまりにもサンディングしにくいところは無視します。サンディングが終わるとこんな感じなので水洗いします。水洗いが終わり乾燥するとこんな感じです。リールシートにエアーを吹き付けホコリを除去したらプラリペアで肉盛りした部分にパナロックの Z ブラックを吹き付けます。色透け防止が目的なのでツヤなどは気にせずにこんな感じに塗装します。 Z ブラックが余ったのでロッドエンドキャップの側面も塗装することにしました。ブランクに入る部分は塗装しません。洗浄せずにカップにオートクリアーを注ぎキャップリングを緩めてブローオフで攪拌します。キャップリングを締め込み塗装します。洗浄していないので若干 Z ブラックが混ざりますが、ここの場面では影響ありません。
リールシート全体をウエットコートして塗装面を整えます。通常はスクリュー部分への塗装は薄めにしていますが、今回はアップロックで組み立てるので緩み止め効果を持たせるためにやや厚く塗装しています。ロッドエンドキャップも塗装します。平面部分も含めた全体を塗装します。こんな感じにカーボンのクロス模様が潰れることもなく、混入している Z ブラックの影響はほとんどありません。パールパウダー入りのオートクリアーを塗装します。先ほどのオートクリアーを小分けにしてパールパウダーを混合しています。今回もエアブラシの洗浄はせずに塗装していますが、オートクリアーの塗装でほとんどの残留 Z ブラックが吹き付けられたので影響はありません。リールシートはこんな感じです。続いてブランクを塗装します。塗装対象はネーム部分とリールシート下側にあたる部分です。塗装しない部分はあらかじめマスキングしておき、こんな感じにほぼ銀色になるまで塗装します。ロッドエンドキャップに再びオートクリアーを塗装します。ここではエアブラシを洗浄してから塗装したのですが、洗浄が甘く若干パールが入った状態になってしまいました。動画ではほとんど見えませんね。リールシートに塗装します。パールパウダーを混合したオートクリアーは塗装面が荒れています。これをオートクリアーで埋めて表面を平滑にします。こんな感じです。ブランクも同様にパール塗装面が平滑になるようにオートクリアーを塗装します。塗装面が平滑にできたら薄い青緑色を塗装します。エアブラシは洗浄していません。この青緑色は小分けにしたオートクリアーにディープブルーと YS グリーンを混合したもので、どの程度塗り重ねるかで色を変えることができるので、リールシートは多めに塗り重ねて緑色がやや強い暗めの色にします。こんな感じです。続いてブランクを塗装します。ブランクは塗り重ねを少なめに塗装して青色がやや強い明るい色に塗装します。こんな感じです。リアグリップ前側の塗装と同様にネーム部分を塗装します。時々リアグリップ前側と見比べて同じような感じになるまで塗り重ねていきます。こんな感じです。オートクリアーを塗装します。エアブラシの洗浄はしていません。またオートクリアーって思うかもしれませんが、トップコートやデカール貼りの前段階でブツや塗面の荒れがあった場合、サンディングする必要があります。このオートクリアーの層はその時に研磨白になり、青緑色の層が削れて色調が変わってしまうのを防ぐ役割があります。保険みたいなものですね。エアブラシを洗浄し、リールシートにハイパークリアーを塗装します。ブツや塗面の荒れもなくデカールも貼らないので、リールシートの塗装はこれで終わりです。で、塗膜硬化後マスキングを剥がすとこんな感じです。ロッドエンドキャップはこんな感じで特に問題はなく、このままデカール貼りに進められそうです。リールシートはこんな感じです。トップコート後もブツや塗面の荒れはありません。組み立てを待つ状態です。ブランクのネーム部分は問題なさそうです。リアグリップ前側は2箇所ブツが入っています。デカール位置と重なるようなら修正が必要です。テプラでデカールを印刷します。多分貼り付けに失敗するので2組印刷しておきます。いらない部分を切り取ります。切り取り終わるとこんな感じです。ブランクにはマスキングテープを貼り、スパインとその逆側に印を入れます。このマスキングテープと印を目安にデカールを貼っていきます。水の入った容器を用意し、デカールを入れていきます。私の場合、印刷面を下向きに水に浮かべています。デカールの台紙が水を十分吸い込んだら、デカールを水面から引き上げます。水に浸したままにするとデカールと台紙が分離し、デカールが水中を漂ってしまい貼りにくくなるので、引き上げておいた方が無難です。
私の場合こんな感じに容器の縁に貼り付けておきます。マークセッターを使ってデカールを貼っていきます。デカールを貼る対象物にマークセッターを塗布します。貼り付けるデカールを取り出し、台紙から少しずらします。保持していない側にデカールが少しはみ出る感じです。貼り付け位置にデカールを置き、台紙を引き抜き、余分な水分を吸い取ります。同様に他のデカールも貼っていきます。ロッドエンドキャップのデカールが貼り終わったので、ブランクに貼っていきます。手順はロッドエンドキャップのデカール貼りと一緒ですが、デカールの面積が大きくなるので、シワが入らないように気をつけて貼っていきます。デカール位置の調整が必要な場合は、水分を吸い取る前に調整します。ブランクのデカール貼りが終わると、こんな感じです。1日乾燥させたら、こんな感じにマスキングします。シリコンオフで脱脂します。直接吹きつけるとデカールが剥がれそうに思え、怖いのでティッシュペーパーに吹きつけて拭き取って脱脂します。デカールを貼った部分とその周辺の塗装面をすべて同じ要領で脱脂します。脱脂後、シリコンオフが完全に揮発したらオートクリアーをオーバーコートします。デカールの剥がれ止めと段差消しのクリアー塗装です。まずドライコートでデカールの表面に塗膜をつけていきます。ドライコートで塗膜が十分についたらウェットコートします。オートクリアー降下後、サンディングしてデカールの段差を消すので、垂れない限界まで厚塗りします。リアグリップ前側も同様に塗装します。ロッドエンドキャップも同様に塗装しますが、途中から若干違いがあります。ロッドエンドキャップの平面部分を水平に保持することで垂れる限界を上げることができるので、こんな感じに水平に保持し、エア圧を 0.1 メガパスカルまで下げて吹きつけます。こんな感じにかなり厚くできるので水平のまま降下させます。ネーム部分は塗装後8時間でこんな感じです。吹きつけすぎで一部垂れてしまいました。この部分です。わかるでしょうか。垂れるとその周りにも影響が出て歪みます。爪で押すと柔らかく中埋みしています。リアグリップ前側は問題なさそうです。ロッドエンドキャップも問題なさそうです。うまく厚塗りできたのでデカールの段差も消えています。垂れた部分を強制乾燥し、中埋みを解消します。1時間ほどフィニッシングモーターで回転させながらヒートガンで加熱し、その後24時間自然乾燥します。垂れた部分の柔らかさはなくなり、修正できるようになったので320番のサンドペーパーでサンディングします。当て木を使い、高い部分だけをある程度削り取ります。こんな感じに削ります。周りとつらい位置にはしません。サンドペーパーを400番に変更してもう少し削ります。押さえる方向に力を入れないように削ります。こんな感じにできたら600番のサンドペーパーに変更しもう少し削ります。まだ少し段がありますが1000番のサンドペーパーに変更します。当て木は使わずに垂れの段とデカールの段が消えそうになるまで削ります。ネームの塗装部分全体に通すようにサンディングします。こんな感じにサンディングできたら空研ぎは終了です。1200番のサンドペーパーで水研ぎします。このサンディングはトップコートの足付けを兼ねているので全体に均一に通していきます。段を完全に落としつらい位置にしたくなりますが、つらい位置にこだわると削りすぎになりやすいので細かいことは無視してある程度で妥協した方が失敗しにくいと思います。ティッシュペーパーでダストを拭き取るとこんな感じです。リアグリップ前側もサンディングします。ここは1200番の水研ぎで段差消しと足付けをします。終わるとこんな感じです。
ロッドエンドキャップも同様に1200番のサンドペーパーで足付けをします。平面部分だけでなく側面もサンディングします。終わるとこんな感じです。再びブランクをマスキングし、トップコートを塗装します。塗料は二液ウレタン塗料、エコロック、ハイパークリアです。ドライコートである程度塗膜をつけたらウエットコートでツヤを出します。平面部分に塗料を多くのせたいのでエア圧を 0.1 メガパスカルに落とします。平面部分を大きく傾けないように注意しながらウエットコートしていきます。塗料の表面張力を利用して本来なら垂れてしまう量を吹きつけます。こんな感じに塗装できたらこんな感じに水平を維持して硬化を待ちます。ネーム部分にトップコートを塗装します。塗装面にホコリがあったので筆で払ってホコリを除去します。ドライコートである程度塗膜をつけていきます。ある程度塗膜ができたらウエットコートでツヤを出します。エア圧は 0.2 メガパスカルに戻しています。リアグリップ前側にも同様にトップコートします。トップコートが塗装できたら24時間の自然乾燥で硬化させます。現在の気温は摂氏33度です。硬化できたらマスキングテープをこんな感じに貼り替えます。ティップ側はこんな感じに適当なパイプなどで延長します。延長した部分とティップ先端をマスキングします。オートクリアを塗装します。気温が高いのと塗装面が長いのでシンナーは置換型シンナー 70% と速乾型シンナー 30% で混合しました。見ての通りかなり強引に室内塗装していますが、これは梅雨が明けてしまい外で長時間塗装するのが苦痛だからです。この方法自体はおすすめしません。薄い青緑色を塗装します。なんとなく色がつく程度に塗っていきます。ブランクを見てもどの程度色がついたか分かりにくいのでマスキングテープに載った塗膜を見て判断しています。見ての通り少しずつブランクを回転させながら塗装するのですが、一周回ってきて塗り始めた場所に再び吹きつけるとき、最初の塗膜に今吹きつけた塗料がうまくなじまない場合は揮発が早すぎます。この場合置換型シンナーを少し足しエア圧を若干下げます。これで改善できない場合はシンナーの混合で見込み違いをしているので比率を見直し塗料を再度混合することになります。若干揮発が遅めになるようにしておく方がいいと思います。オートクリアを塗装し薄い青緑色を塗装、再度オートクリアを塗装と進めてきましたが、現在のトップコートハイパークリアの塗装で塗装は終了です。マスキングを剥がして硬化させたらこんな感じです。バット側ブランクはインロー芯付近のにじみもなく、ブランク色は無難に仕上げることができました。ネーム部分のデカールの段差もそこそこ綺麗に消せています。リアグリップ前側部分も特に問題なく塗装できました。ティップ側ブランクはこんな感じです。動画では分かりづらいですが、先端のマスキングはにじみもなく正常に仕上がりました。全体的には若干ベースコートのムラがありますが気にしないことにしました。ロッドエンドキャップはこんな感じです。しっかりと厚塗りできたのでエポキシコーティングを盛る必要はなさそうです。リールシートはこんな感じです。分解時に削りすぎた部分が気になりますが、肉盛りした部分の継ぎ目もうまく隠せていると思います。ロッドエンドキャップに接着してあった竹串は役目を終えて不要になったのでニッパーで切断します。切り口はカッターナイフで整えておきます。終わるとこんな感じです。今回の動画はここまでです。次回は今回加工と塗装をしたこれらの部品も含めたこちらの部品群を組み立てシーバスロッドを完成させます。面白かった、
参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。